皆さんこんにちは、みきです。はい、やってきました。月に1回の東京ストリートフード企画、イエーイ。6月は下北沢です。皆さん下北沢知ってますか？すごくねクールな場所なので要チェケラです。それでは Here we go。はい、まず1つ目の下北沢ストリートフードはこちら、ステイブラーです。じゃーん、ミートサンドゲットしました。いただきます。さーん、めっちゃ肉、すごい。おいしい。柔らかい。お肉ねちょっとレアな感じでめちゃくちゃ柔らかくて美味しいです。すごいジューシーで、野菜は一切入ってなくてもうめちゃくちゃ肉々しいので、もうお肉がっつり食べたい人はぜひチャレンジしてみてください。ちなみに私が頼んだのはシングルなんですけど、こうお肉をねダブルにすることもできます。ダブルはねもう本当にもう肉って感じでやばい。でこのソースと粒マスタードもうめちゃくちゃ相性良くて最高。はい、2つ目の下北沢ストリートフードがこちら、カルパシです。じゃーん、カルダモンとピンクグレープフルーツのジェラートとホアジャオとチョコレートのジェラートです。いただきます。まずはカルダモンとピンクグレープフルーツから。うまっ、めっちゃ美味しい。なんかピンクグレープフルーツにカルダモンのこう爽やかな香りが広がってめちゃくちゃ美味しいです。カルダモンとグレープフルーツってめっちゃ合うね。すっごい爽やかで、次はこれホアジャオとチョコレート。匂いはめちゃくちゃチョコレート。美味しい。めっちゃチョコ濃厚で、なんかすごいガツンってホアジャオが来るわけじゃないけど、後味にふわっと香ってめちゃくちゃ癖になる味。食べてるとだんだんホアジャオの刺激がきました。これハマるわ、めっちゃ美味しい。他にもねいっぱい味があって全部チャレンジしてみたい。まあマサラチャイは想像つくけど、焦がしマスタードシードとココナッツどんな味なんだろう。これもめっちゃ気になるわ。こういうスパイスを使ったアイスクリームって皆さんの国にもありますか？日本ではねすごい珍しくて、私はここのお店でしかね食べたことがない。初めて食べた時すごい衝撃受けて、これはね絶対今日紹介したかったんですよ。
い、3つ目の下北沢ストリートフードはこちら、白ひげのシュークリーム工房です。じゃーん、トトロのシュークリームストロベリー味ゲットしました。いただきます。見て、めっちゃかわいいトトロ食べるのかわいそう。めっちゃクリームたっぷりで、外のね生地は結構固めです。まあ味はね結構普通で、まあめちゃくちゃ美味しいっていうわけじゃないんですけど、でももうこの可愛さはね買っちゃいますよねで2階がねベーカリー兼カフェみたいな感じになってて、でこのカフェでもこのトトロのシュークリームを食べることができます。で2階ねすっごく居心地がいいので、私はねちょいちょいあのカフェ利用してます。はい、4つ目の下北沢ストリートフードはこちら、アンドンです。じゃーん、ボダッコおにぎりです。いただきます。イエーイ、いただきます。おいしい。このボダッコって秋田県のなんか鮭らしいんですけど、塩漬けの方法が普通のね鮭とはなんか違ってすごいしょっぱいんですよ。でもそれがご飯にすっごく合ってめちゃくちゃ美味しい。あんどんはなんかお米をねコンセプトにしたお店で、このおにぎり以外にもおかゆとか、あとは卵かけご飯とかも食べることができます。であとはおでんとか、なんか卵焼きとか、結構日本の家庭料理も出していて、日本酒もねすごく充実しているので、夜ねちょっと飲みたい時とかにもすごくおすすめです。はい、ラストの下北沢ストリートフードはこちら、下北茶園大山です。じゃーん、抹茶ラテゲットしました。いただきます。イエーイ、めっちゃ美味しそう。下はミルクだ。これ混ぜないといけないうま、めっちゃ抹茶だ。濃い。中に氷が入ってる。結構甘めのドリンクだから苦いのがね苦手な人でもすごい楽しめると思います。でここのねお店の店主はなんか茶師の資格を持っているらしくて、なんかすごい美味しいお茶が楽しめます。なんか普通にね抹茶のドリンクとかスイーツ以外にもお茶も買うことができるので、興味がある人はぜひ行ってみてください。でちなみにここのお店はかき氷もすっごく有名です。今度東京の美味しいなんか和菓子
トップ5みたいな動画を作ろうと思ってるので、その時ねかき氷も紹介できたら紹介したいなって思ってます。で気づいた方も中にはいるかもしれないんですけど、この間来た時ね、ここのお店臨時休業で休みだったんですよ。なので私また違う日に来ましたちょっと化粧も違うかも、だから何回も来るのちょっとめんどくさかったから他のお店紹介しようかなとかも思ったんですけど、ここのお店はねどうしても紹介したかったのでまた来ましたってことで、皆さんも下北沢に行ったらぜひ行ってみてください。おいしいはい、下北沢ストリートフードいかがだったでしょうか。何か気になるものはありましたか。下北沢には面白いカフェやあと美味しいカレー屋さんがたくさんあるので、またね下北沢特集しようと思います。それでは皆様の一日も素敵な一日になりますように。バイバーイ。